この先 100m オートサイト Z。なんだメーターその声は。必殺技持ってきました。お、それでいいのか。全然入らない。一人行きました。ノン汗。祝杯したいと思います。はい、汗に乾杯しましょう。はい、ほほいほほい。ホタテホタテ。最高です。私たち斉藤夫婦とコラボデザインとなっております。ふわふわ。いきなり増えたね。うん。先週そんななかったけど。確かに。うん、気温が下がったんですかね。気温が下がるとやっぱスーって出てくるの？わかんないです。伸びるのかな？なんか秋のイメージ。ねうん。え。なんか今週一気に秋になった気がするけど。そうですね。お、うちが持ってるタープと同じ色のなんか建物がある。右側に。本当だ。かわいい。パラグライダー。あ、ここがふもとっぱらです。はい、ここが噂のふもとっぱらです。ええ、通り越します。さよなら。富士山、まあまあ見える方ですね。最近の中では。いや、もう久々見ました。やっぱり雲がかかっちゃってるんだな。かかってるけど全然先週よりいいね。先週いなかった。いなかったよね。一回も見てないもんね。まあ影をちょっと見たけど。牛さんいっぱい。たくさん皆さん写真撮ってますね。エブリィなんでめっちゃ私の顔がドアップですいません。広角レンズもあるんですけどね。もうだって装いが見て。冬冬冬冬。ファーポンポン。冬冬冬冬ファーポンポン。コメントでさ、はい、ハルピンのさ歌がさ、文字になってた。そうなの？風だんだんだん暖かくなるだんがお気に入りですってコメントがあって初めて文字起こしされててちょっと面白かったですなんだこのダサいラップはと思ってあ、私だ風だんねと思って。もうそういう皆さんが多分見てくださってるからそういうコメントがね入ってるんだと思う。ストーブの季節です。持ってきましたよ。はいはい、本日行く場所ですが、はいお久しぶりです。はい。山梨県のキャンプ赤池です。イエーイ。久しぶりです。久しぶりですね、キャンプしに行くのは。2人でキャンプするのめっちゃ久しぶり。赤池で。赤池はさ、はい。富士の樹海の中にあるんで、林間サイトというか、まあ林間か。全体的に結構林間だよね。そうですね。日があんまり当たんないんですよね。だからニコメリにもね、暑い時はおすすめです。ニ今日コメリにっていうかワンコに。今日は寒いんじゃないかなと思って。日が当たる時間が限られてますから。でもそう考えるとさ、真夏もいいよね、赤池は。ね、おすすめ。木陰に入れますからね。ね、木陰があるサイドなら。前にチャイハネのさエプロンとかさ、写真撮ったりして、あれは夏だったんですけど、やっぱ木陰があって全然涼しかった。静岡西方面から来てるから赤池に行く時もふもとっぱらを越えて行くっていう斬新じゃない新しいルートで今赤池に向かってます。はい、川口コインターで降りるとね、逆にこっちの方全部通んないでなんか赤池行く感じなのね。でもやっぱ遠くてさ、遠いね、もろもろ。スーパー寄ったりサービスエリア寄ったりしながら来たら3時間ですよ。なのに毎週のように来てる富士山に、ね、そうなんだよ。結局ね、皆さん3時間ってしょっちゅう行く距離ではないですか？それともキャンプって言ったら3時間なんてよくあるよみたいな感じですかね。ね、どうなんですかね。許容範囲みたいな。まあでも川口に住んでた時はそういう感じだったよね。今はね、なぜかね、静岡県から静岡県の移動なのにそれぐらいかかるという。ほんと静岡広いよね。横に広い。なんか実感して気づくよね。
そうだね。知ってたんですよ、もちろん。あー日本地図何度も見てます。なんでこう知らなかったんだろうっていうぐらい遠く感じるというか、まあ、遠いんですけど、あ、こんなにでっかいんだなーっていう感じです。この道綺麗ね。うん。久々。うんやっぱこっちの道好きだな。紅葉のシーズンとかすごい綺麗。うん、すごいよね、ここね。ちょっと色変わってきてない草。ちょっと変わってきてる。ね、変わってきてる。あと1ヶ月、2、3週間、2週間ぐらいかな、予想。あね、もう紅葉予想出てますもんね。あ、本当。はい。今年も遅いですね。遅いね。富士山雪なかったしね。ね、さっきね調べてたんですよね。う去年は10月5日だった。ん。初冠雪。はい。甲府の地方気象台で目視して見たのが見えた雪が初冠雪らしいです。うん。なんかこの古いナビだと正直オートって書いてあるんだけど、正直コート本当だ。もともと正直オートってとこだったのかな、赤池は。青木ヶ原樹海でございます。はーい。あ、19度までちょっと下がりましたあ、ね。本当だ。20度以下です。いいね、秋だね。真っ赤だな、はい。真っ赤だな、はい。なんだっけ。もみじの葉っぱも真っ赤だな。着きましたよ、ニコさん。チラ。目だけ動かしてんの。ニコ？黒目だけ動いてる。ニコ。また黒目だけ動いてる。キャンプ赤池。キャンプ赤池。はい、久々。少々。あ、なんか砂利がちょっと綺麗になってるかな。ほら。うん。なんか細かくなった。うん、細かくなってる。真っ白。砂利入れたんかな、すごい。もっと揺れたイメージでしたけどね。うだって結構土でぬかるってたりしてたよね。ん。ぬかるってました。サクサクパンダ、サクサクパンダ。雨の日ね。あ、鹿だ。バンビバンビ。バンビだバンビ。めっちゃ寝てるじゃん。 2匹寝てた。ちっちゃ。おー。あ、ここまで咲くだ。すごいね。全然これもう泥とかにならないね。いいじゃん。すごい。赤池さんありがとうございます。本当すごい。悪天候でも気になりません。運転お疲れ。お疲れ。ちょっと受付してこようかと思います。はい。オートサイト Z。おい。こちら。書いてあります。この先 100m オートサイト Z。前ね、常設テントがあった場所なんですよね。そう、ロゴスのね、でっかいテントがあったんですけど。おー、着きました。すごい。涼しい。涼しい。みんな、着いた。来たよ。もう涼でしょ。
るけどな。なんだメーターその声は。めちゃめちゃ吠えてます。誰もしっこしてないあれ首はいない。優しいねめっちゃ。怒んないの。怒んないのめりめ。ここにとりあえず下ろせるからめっちゃいいやん。あ、これ持ってきたけどいらないじゃん。ああ、最近毎回これ持ってきめちゃくちゃ便利。て便利。おお、ちょいはい。こちらネイチャーハイクエアテントを持ってきました。ハルピンが買ってしまったやつです。はい。人間が入れるサイズです。冬はこれ。必殺技持ってきました。お、それでいいのか。多分、最後はうん。これだと足らないと思うんだけど、途中まではこれでいけると思います。じゃあ髪を乾かします。乾かせそうだよね。乾かせそう。これで空気途中まででもさ、いけたらめちゃくちゃ楽だよね。楽です。行ってみよいきます。う。うん。いきます。ぴったりいけた？はい。はい。とりあえずこの緑のとこまでね。久しぶりだこれ。どっちが早いか。全然入らない。私入ったの？いや、ここまでは入るけど、やっぱ全然力が足らなかった。やっぱ弱いってことか。ああ、弱い。やっぱエアテントを膨らます力はないか。ダメでした。勉強になりました。緑行きました。なんか足りてないな。緑真ん中？まあ大丈夫かな。オッケー。立ち上がったし。私は氷やめますだけど。明日？なんだあいつなんだ。箱の上なんだよ。ワンワンサーカスデビューするか。サーカスじゃないですか。もうすぐできるから、今日ボールも持ってきてるし、ニーニーがお部屋で快適に過ごせるように。なんか韓国
そのさ女の子のさ一人で行くキャンプの YouTube でさ、うんショートかな、一人でエアテントなんか立てるんだけど、うん。その機械でさボーって、機械で。そうすごい可愛いのコーデが。でも多分ね幕自体はこれよりもでかい。なんか私一回これで一人で行ってきたいとか言ってたよね。スター、これ無理。でも絶対無理って言われてでもなんか動画見てたらさいるじゃんみたいな。運べさえすれば立てるのは確かに空気だからな。確かに運べれば。そう一番最後に乗せて一番最初に下ろせればずり下ろせればさもういけそうじゃない、そんな奥までさ詰めてとかしなきゃさ。なんか大型幕立てるのってエアテントだったらいけそうって思うわけよ、一人で。しかも機械あったらさ、なおさらね。そう一人でブーンってやってる間にもう椅子とかテーブルとかを出したりできるし、もしソロでさ大きい幕楽しみたいってなったらやっぱりエアテントかなって。急になんか絵面が秋冬じゃない？そうね。こいやでもめちゃめちゃ今日快適キャンプですよ。本当に。まあちょっと明日の予報が悪いということなんですけど、今日は全くもって晴れでございます。やっとこの汗を一滴もかかない設営が実現しました。汗。祝杯したいと思います。はい、汗に乾杯しましょう。はい。1杯目はなんか美味しいやつと思ったんだけど、ちょっと急いでて、うんあと焚き火屋もちょっと切らしちゃってて、これでいいかなと思いまして。お酒自体も1週間ぶりでございます。そうですね。はい。それでは、久々のキャンプ赤池に、さいのさいえいのえい。うまい。うまっって感じるね。コメントでね、いただいてたので、サイノって何なんですか？意味がわかんないので教えてほしいですみたいな、まあ、そりゃそうだ。書いてくれてた方いて、はいまあ確かにと。違う方がコメントで、乾杯って意味だと思いますよって返してくれてて、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。いち早く返していただいて。たまにね、説明していこうかなと思って。そうですね。サイノっていうのは、ハルピンが何の意味もなく使い始めた言葉ではあるんですけど、僕がさ、一番最初に斉藤ですって言うじゃん。そしたらハルピンがサイっていうのが、勢い余ってサイノみたいな、って言ってたんだよね。そう、斎藤が斎藤、才能みたいな。って意味のない言葉だったんだけど、うんある日、引っ越す前ですね、相模原の街を、あれは橋本かな、うん橋本の街を歩いてたらですね、うんサイノっていうカレー屋があって、ネパールカレー、うん。インド系、ネパール系カレーのカレー屋さんがいきなり出現してですね、サイノっていう。で、その意味を調べたんだよね、ネパール語で。うん。そしたら、なんか家族とか親戚みたいなうん意味で、なんかいい言葉ですねっていうことになり、うん。じゃあサイノで乾杯。勝手に。勝手にね。ネパール語で乾杯はサイノじゃないんだろうけども、でもさ、こっち引っ越してきてからもさ、うん。行ったんだよね、カレー屋さんに。うんそしたらそこでも聞いたんですよ。あ、サイノってそう聞いたの、うん一応ね。そうね。まあ、そういうやっぱり似たような意味はあるらしくて。うん。だからまあ、斎藤夫婦をご覧になっていただいている皆様のことを、キャンプファミリーみたいな感じで、うん。乾杯をしようということで、サイノで引き続きやらせていただいてます。そういうことでございます。はいはい。いや、マジ快適です。これ、もう、あれですか？うん。おつまみ？はい。おー、最高じゃん。最高。お醤油と。はい。ホタテ買ってきたら、なんかクーラーボックスでもサランラップ穴開いて、1、2個カピカピ。ほほほい、ほほほい。ホタテ、ほほほい。ホタテ美味しそうですね。あと、ザーサイ。あ、これ。これ買いました。うじゃん。うん。カロリーがうん。 68カロリー。キャンプは、まあちょっと緩めでいいというルールなんで、勝手に。塩分じゃないですかね、あとは。塩分強いとダメ？むくむ。あ、一旦帽子。一旦熱い。包
実はありがとう、うんこれ L&C で近々販売する帽子なんですよ。いいじゃん。可愛いでしょ。女の人だけですかって聞かれるから。薄めだね。あ、これはね、もう一個分厚いのあります。はあだからちょっとボリュームが出すぎないこれだったら。確かにね。なんか頭、もうなるじゃん。可愛い可愛い。いい色。いいですね。感じ？はい、いい感じです。この短いつばのタイプのタロちゃんが、つばみじ。つばみじの、つばみじパイロットキャップ。はい。そういう名前でやらせてもらいましょう。なんか、圧縮されてる。ポンって言ったもん。うわ。あ、来たでかっ、これでかっ。誰もいないからいいか。誰もいない。今日、この Z やばい。Z やばい。うん。まあ S もいいんだけども、Z の方が広いかな。さらに。で、なんか多分、新たにこの小砂利そう。小砂利を入れてくれててめちゃくちゃふかふか。ふかふか。マジで。だから、前は雨降ったらここに溜まりそうとかいう。もうさっき階段で、ああ、こっちもいい。思ってたんだけどね。メリダメです。なさそうだよね、その水たまり現象。今のところは思ってます。まだわかんないけど。ぜひ Z 予約してほしい。ね。皆さんに。でも人気みたいよ、Z も。そうだよね。炊事場も近いし。やっぱ、僕らが最初にいいねって言ってた S サイト、サイトの S サイト、まあ、だからの S じゃないんだけども、はい、S サイト、今日初めて泊まった Z、あともう一個人気なのが X って。X はただオートサイトじゃないんですよ。一応、まあでも、ほぼオート。横付けができないんだけど、まあ目の前駐車場って感じだったかな、確か。だから広く使えるイメージだよね。うんテントと焚き火スペース。いただきます、ザーサイ。私じゃあホタテ。好きなものを丁寧にいただこう。シャラカップありますよ。落とさないように。うん。うまっこのホタテ絶対美味しいでしょ。静岡のお刺身はホタテ、おっきいのばっかり売ってる。ね。北海道で食べたやつぐらいでかいの。あ、そうだね。何産なのこれ。北海道だったりして。北海道やっぱり。原産地。北海道っぽいもんねとか言って。うめえ。鼻でってやったら、食べたものがもう一回匂ってくる。ちょっとでも暗くなる前にね、サイトとコーディネートの説明したいな。そうですね。うんじゃあもうやめますか。あ、一杯飲んだら。あ、一杯飲んでいいんですか。うん。こっちの方が、チャーハンに入れたら絶対美味しい。ザーサイ？うん。うん。今日のさ、夜のメニューに合いそうだね。あ、今日おかゆ。絶対このザーサイ合うじゃん。おかゆってか雑炊？雑炊やります。雑炊、冬のね、うん美味しい土鍋雑炊と、私はこのパコって広げるタイプの鍋あるんで、おでん。先にご飯やって、蒸らしてる間か、それか先におでんやって、ちょっとストーブ弱でつけて、うんそこに乗せとこうかなとか。うわ、中でやるのもいいね。ね。はんぺんはある程度ずっと置いといた方がめっちゃふっくらするから、で、ガスバーナー1個なんで、うんストーブとガス、多分お米はガスでやった方がやりやすいかも。で、駆使したいかなと思います。結構もう落ち葉の時期なんで、パサって落ちてくる。コケピーがいっぱい。コテピー？かわいい。コケ好きなんです。それで一回コケ養殖しようとしてコケ買ってたよね。買ってた。コケの写真撮りたいね、ハルピン。うんうん。コケにうん。光が当たってるのが好きなんですよ。あ、じゃあもう今だちょうど。遊びとか。うん。あ、今だね。撮りたいね、写真。寒いな、着よう。うん。あ、パーカー？パーカーだよ。おお、これにしたのは、このジップアップの、かわいい。このフルジップだったんでめっちゃいいじゃんと思って。じゃあいいはね。うん。うん。かぶんなくていいのいいよね。すごいよね、全部さ、デザイナーさんがさ、デザインしてこういうのね。もうすぐね、グローバルキャンプもあるから。ね、1年早ー。いや、違う違う、1年半ですよ。そうだ6月。そうだうん。今年は10月になったのよ。そうだ。 6月だったのが。 1年半も経っいや、たの。グローバルキャンプ暑かったんだよ、もう。うん6月って。うん汗設営、汗撤収してたんだけども、今年は絶対気持ちいいよ。これだもん。うん。上着に慣れてないんで、まだ、今年。なんか変な感じです。ずーっと T シャツだったからさ、いや、T シャツの時期が長すぎた。長すぎるよね、今最近。年が暑かったから。
半年ぐらい半袖着てるからね。これかけてたらいいじゃん。懐かしいね。冬を思い出すね。はい、ということで。あ、出来上がった。え？出来上がったよ。早いよ。サイトとコーディネート紹介していきたいと思います。本日泊まらせていただく赤池さんの Z サイト、こちらです。こんな感じ。すごい。ウッドデッキ付き。ウッドデッキついててさ、こう、炊事場すごい近いね。近い。トイレが本部まで、はい。管理棟まで行かないとないけども、炊事場はすぐそこに炊事棟が見えてます。一つだけのプライベートサイトですね。本当だよね。プんライベートサイトだよ。ちょっとこの上から、ここね、ちょっと坂道上がって、全体こんな感じです。すごい。広すぎます。3組ぐらいいけるんじゃないかな。いけそう、全然。何組までって制限がもしかしたらあるかもだけど、広さ的には3針ぐらいいけそう。まあでも余裕持って張るなら2針とタープって感じかな。めちゃくちゃいい広さです。で、向こう側に樹海が抜けててめっちゃ可愛い。この苔の感じ好きなんですよね。ほらほら、ライトが当たってるところ。太陽が。あ、太陽が。ところ。そこに、苔に。さっき言ってたこの砂利が新しく敷かれてたんで、これ相当な。相当な量。だって駐車場から入ってくるとこかうらんずーっとだったもんね。ずーっとめちゃくちゃ快適になりました、これ。ここにウッドデッキがあるんで、ここにタープとかいいかもしれないですね。もともとはね、ここに常設テントがあったんですよ。グランピングテントみたいなね。で、こっちからも入ってこれるし、まあ、こっちからも多分来れるのかな。こっちも坂がある程度封鎖されてました。大丈夫ですか？冷えてきました。すいません。まず、はい、こんな感じで。テント。ネイチャーハイクのエアフレームテント。いつぶりですか？ふもとっぱらぶりですね。夏前か。春ぶりですね、じゃあね。はい、半年ぶりにこのテント。かわいい。うん。今エアっていう楽さ。日はね、テント泊します。はい。外はいつも通り。まあ、アイテムすべていつも通りなんですけども、ここ焚き火コーナーですね。焚き火スペースと、は縁側で食べようぜコーナー。はい。このテントのいいところは、この縁側の屋根みたいに、最初からタープっていうかね、このキャノピーが、でっかいキャノピーがついてるんで、軒下で縁側で食べてるみたいにしたいなっていうイメージ。はい。だからこそ、今日はうん。和モダンでちょっと飾ってます。おいろいろ。中をね。はい。でもね、すごいいいですよ、この。形がやっぱ可愛いですよね。かわいい。だから2人だったらほんとタープいらずっていうね。ね、ここで全然十分。サイズ吹き込むほどの大嵐じゃないから、うん。全然十分で。吹き込むほどの大嵐だったらそれこそ中行けばいいしね。これ閉じれるし。うん。キャノピー下をこんな感じにしております。椅子自体もチャイハネのクイックチェア使ってるので、結構収納が楽ですね。リバーシブルで、私が今反対側にしてるから。あ、これチェアカバーね。そう、チェアカバー。ベージュのモコモコになってます。今回テントが大きかったから、大きい椅子やめて、このクイックチェアにしました。コンパクトになるんで。このね、テントの一番のデメリットはまずこの収納のでかさ。それだけ。そう、それだけ。本当に30キロだっけ？ああ、わかんないけど、もうちょっとあるんじゃない ?30 キロ以上あるんじゃないかな。こんぐらい。あとはね、1個だけ不満ありますね。はい。あそこの窓が、わかる。完全に閉まらないっていう、マジックテープで留めてるだけで。なんか、その100均のマジックテープを駆使して、ビシャって止めてる人とかいました。ね、なんでこんなにいい作りしてるのに、そこだけチャッチンだろうっていう。最終、しっかり閉まらないパターンになったんだろうかっていう。こちらが、一応ね、ツールームテントになってるので、勝手にツールームになっちゃうんだよね、これね。そう、もう空気入れて立ったら、勝手にツールーム。そう、分かれてくれるんだけど、まあ、いいところでもあり、ワンフロアで使いたいって時はちょっとできないんで。そう、前一回動画出してますけど、ここにも、雨対策用のシートを敷いた上にラグを敷いて、そうね。うちもね、絨毯。そう。敷き詰めましたけど。ここをね、これを取ることはできないんだよね。はい。はい。なんで、こっちが土間になっております。
私たちがよくいいなって言ってるベスのお家みたいに、ここが土間スタイル。はい。おこもりに変更できると。できます。はい。はい。で、今日使うであろう土鍋たちが、そこに、ここは黒でまとめておりまして、はい。雑炊を食べる器で木でまとまっております。はいはい。はい。かわいい。15度ですね。そんな寒い？寒いね。ストーブも持ってきました。これはコロナだよね。去年使い始めたストーブです。はい。はい。こっちは、フロアがあります。もともとこれもテントにくっついてて、もう勝手にフロアになっております。テントを膨らますと、もうフロアになっちゃうんだよね。はい。うん。で、こっちと同じように天窓は両方ともありまして。こことここに2つね、天窓。で、こういうね、ライト引っ掛けるようなロープも勝手にもうついてます。そして言ってた窓。これを、じゃあ寒いな、閉めようかってなるじゃないですか。このぐらいの季節ならまだいいんだけど。そう。そしたらこの3点しかないんです。このね。これ。で止めるしかないと。そう。だから、真冬とかになってくると、ここからね、冷気が入ってくるんですよね。そう、だから、なんかここに、こう貼ってるだけっちゃ貼ってる感じは縫ってるけど、これをなんか自分でここにくっつけてもうちょっと止めれるようにしてる方とか、あとあれだ、ベッドルームはこんな感じでございます。イエーイ最高です。チャイハネのコットカバー新作です。私たち斉藤夫婦とコラボデザインとなっております。はい。コットにぴったり使えるコット専用のノマディカバーが欲しいということで。あとしかもホワイトでね。なかなかなかったんですよね。なかなかなかった。なかなかなくて、で、実際なんかコットだけじゃなくて、ここに今エアマットが入ってるんですよ。1個ずつ。そう。結構このぐらい厚さがあるんですけど。ね、10センチ近くあっても、はまりましたね。はまりました。ピシッと。最高ですよね、それ。こんな感じで。どう？うわー、お空が見える。あ、天窓で。最高。ニコメリもね、このね、ふかふか、このカバー超気に入ってるし。寝返り打ってもさ、1個ずつだからさ、あんまり響かない。そうですね。今日はちょっとつなげてみました。いつもね、話すんだけど、このスタイルの時は。ここまで寝返り打てるツインベッドみたいにいつもするんですよね、コットの場合。なんだけど、横に置いてみたらぴったりなんですよね、サイズが。で、こっち寄せちゃえば、こっちが結構広くなるなと思って。そう。起きて、こうやってなんか、作業したりとか、あとはなんかニコメリをここにね、コット持ってきて、あとおトイレも置けるし。ハルピンお化粧もするしね。そう。なんか行きたいんだって、こっちに。もうね、外にいたら外出せだし、中にいたら中行けだし、大変なんだ。今日エブリィで来てるんで、もうちょっと荷物詰めるんであれば、ここら辺にもね、ちょっと台を置きたかったんだけど、もしくは三角に置いたりとか。そう。なんかテーブルと椅子をベッドで置くとか。ここにダッパーパンチさんのそうだね。サイズをあってもよかったかもね。とかでもよかったんすけど、今日使ってるチェアはこっちに置いてもよかったかなって。で、こっちにでっかいチェア。でも可愛いなと思ったんすけど、ちょっとね、積載量があったんで。移動すればいいじゃんって、こっちだったらね、思っちゃった。で、やめました。で、これも、ローだけど、ニコメリが登れる高さでって思って。そうだね。座っても低すぎるってことはないから。2個は登るんだけど、メリーが登れないから、この高さが最近多いです。はい。はい、そんな感じです。はい、ということで、本日のサイトレイアウト。まあなんか最近は物はあんま買ってないので目新しいものないんですけど、まあ冬モード突入っていう感じで、ちょっとストーブを置いたりしてますので、これから冬キャンプになるにつれてやっぱこうテントの中で過ごすことが多くなるので、ちょっとこう今回は外もやりたいし中もやりたいっていうハイブリッドスタイルで作ってみました。だから結構中今ガランとしてますけど、夜寒くなったらこの外にあるテーブルたち全部しまえるからね。全然スペースあります。そういう作り方にしてみました。全部にレイアウトしちゃうと外のものしまえないっていうパターンもあるからさ、どっちもねできるっていう感じにしております。あとはルピンが作ってくれた和風の和モダン古民家風、土間スタイル。この間ねちょっと買ったんですよ、100均で。
お椀とかそう可愛いのあってね。和っぽいやつ。あれはちゃんと100だったんですか100ですよ。俺は？300とかじゃなかったないですか？ないない、100円です。100円です。おー、素晴らしい。ハルピンじゃないんだから。誰そうの？ということで、また次回の動画も見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。中行く？入る？行く？中行く？すっごい、尻尾がもうなんか、回転してる。うわやばいやばい。やばい